こんにちは、おなこのもう一品クッキングです。今日も見てくださってありがとうございます。今日はね、乾燥柚子を作ります。柚子をね、輪切りに切って乾燥させて、で乾燥したら紅茶とかにね入れて飲んだり、野菜の上に乾燥した柚子かけて楽しんだり、いろいろとできると思います。で長期保存もできるのでね、はい、お願いします。これは今洗って拭きました柚子さん。これをね切っていきます。乾燥機に並べていきますね。はい、ちょっと楽しみですね。どれぐらいでできるかね。時間はね、乾燥させながら様子見ですね。どうやって切ろうか。柚子は、分かった。柚子はね、こうやって輪切りにしましょう。硬い。輪切りにします。こう。切ったら小さくなると思うので、柚子の香りがもう美味しそう。種がすごいですわ。種を取ってね、乾燥しますよ。こうか。これをね、種を取って並べましょう。そしたらこれは長期保存もできるし、いろんな料理にも使えますね。柚子の香りをたっぷり利用できると思います。ただ乾燥するだけなので簡単にできると思いますし、種を取ってはい、こんな風に並べますね。はい、できましたよ。はい、こんな感じでしていきたいと思います。これをね、60度で何時間かな、12時間、18時間、24時間ってやっていきたいと思います。うまく乾燥できたらね、そこで終わりなんですけどね、18時間ぐらいかかるかもしれないけど、はい、していきますよ。はい、今日はね、柚子を乾燥させます。はい、出来上がりまでちょっとお待ちください。柚子のね、乾燥柚子を、食品乾燥機で乾燥させてました。柚子をね、それでもう12、13時間、12時間は経ったので、ちょっともうやめてみたいと思います。消します。はい、こんな具合になりました。よいしょ。こんな感じ。もういいと思います。ちょっとね、これね、折ってみたら折れるのでね、ポキンって。だからこれでいいと思いますわ。
これをね乾かしてっていうか冷ましてジップロックに入れときたいと思います。まあね、他の容器でもいいんだけどねジップロックに入れても瓶の容器に入れてもいいんだけど、それをね常温で置いといて使いたいと思います。何に使うかっていうと紅茶とか飲む時に入れたりね、レモンの代わりに。それからこんな風に小さくちぎってね、味噌汁に入れて香りを楽しんだりね、いろいろできるんじゃないかと思います。これは冷めたらね袋に入れて常温で保管して、寒くなったらねお湯とかよく飲むのでね、ここに入れて柚子の栄養と香りと確かめたいと思います。これが冷めたらね、こういうジップロックに入れて保管しておきたいと思います。ずっと持ちますね。長期保存可能ですね。こんなに乾燥しちゃったので。はい、今日はね12から13時間かけて柚子を薄切りにして乾燥させました。これをね袋に入れてね常温で保存して1年くらいをめどにね、1年もかからないのこれ、半年ぐらいで、半年もすぐなくなってしまうかもしれないけど長期保存できます。はい、これから寒くなったらね紅茶とかに入れて飲んだり、したいと思います。今日も見ていただいてありがとうございました。できましたらチャンネル登録よろしくお願いします。